もし大金がもらえる代わりに何をされるかわからないパーティーに招待されたとしたら、2025年3月9日、アラブ首長国連邦ドバイ、現地のモデルエージェントからパーティーに誘われたの、ギャラもかなりいいみたいだから行ってみるわ。興奮気味に母親に電話をかけていたのはウクライナ出身の女性インフルエンサーマリア・コバルチュク。友人とドバイを訪れていた彼女にはファッションショーのランウェイを歩くようなモデルに憧れ活動を始めた経緯がありました。世界中から富裕層が集まるドバイのパーティーの誘いは、そんな彼女が芸能界とつながりを持てる絶好のチャンスに思えたんです。こうして意気揚々とパーティーへ出かけていったマリア。彼女は予想だにしていませんでした。そのパーティーで自分が会話すらままならないほどの渋滞にされてしまうとは。ドバイのパーティーに参加した後、渋滞で発見されてしまった女性インフルエンサー。彼女が招かれた闇のパーティーの正体とは。会場で女性を待っていたのは男たちの闇深い欲望だったんです。小沢健ちゃんです。いや、ミルトです。というわけで、ヤミコさんね、僕昔ピアノ買ったんですけど覚えてます？なんだっけ、宇多田ヒカルの曲を弾けるようになったっていうことは聞いたわよ。ファーストラブの右手だけ弾けるようになったの。めちゃくちゃ限定されてた。で、右手と左手がバラバラに動くってことを俺知らなくて。どういうことどういうこと？動くってことを知らなかったの？右手と左手一緒なのかなと思ったら別々の動きするから人間できないよこれ。あ、絶対学校の時さ、音楽の授業まともに受けたことなかったじゃん。受けてない。別々に動くこと知らないとかなかなか聞かないわ。リコーダーも嫌だったもん。リコーダーも別々に動くでしょ。音楽の授業嫌いだったの。でもそんなあなたがピアノまで買って練習してで、どうしたの？こういうさ、始めたけど挫折したやつって挫折した話は知らなかった。でもこっからが大事だよ。こういうのってみんなあると思うんですよ。こっからもう一回復活する人もいるじゃないですか。そういう時ってどういうのがきっかけですか？もう一回やろうかなみたいな。それなんかコンテンツだったりするんじゃないの？何かさ、かっこいい姿を見て私もできるようになりたいとかって思うんじゃない？それありかもね。ブルージャイアンツってジャズのさ、映画に出てくるね、モデルになったブルーノート東京みたいなさ。あと行ったって言ってなかった？昔行ったんですけど、ピアノメインのジャズの演奏会見たら復活するかもしれない。欲が。でもそれよりもっと効果的なのは何か成功体験を積むことだと私は思うわね。じゃあ一回ピアノの大会出よっか。それか、誰かの前で披露するとか。それに向けて頑張ってできるようになると、結構さ、人間何かさ、自分の体を拡張してできるようになることがちょっとでも増えるだけで結構それが快感だったりするじゃない。なるほどね。ちょっと一旦決めないでおくわ。やる気がないわね、あんまり。ピアノといえばね、パーティー会場でね、弾かれるじゃないですか。今回はね、そんなパーティーにまつわるお話なんです。ドバイで秘密裏に開催されているという世にもおぞましいパーティーをご紹介します。かねてからね、やばいと噂されているパーティーではあったんですが、2025年3月にこのパーティーに参加したね、女性インフルエンサーが瀕死の状態で発見され、再び注目を集めたんです。ドバイって普通にさ、もう金持ちの街とかそういうきらびやかで派手でみたいなイメージがあるんだけど、そんな女性が瀕死の状態で発見される街って闇があるってこと？ドバイに。男の欲望をかき集めたようなパーティーといいますか、口にするのもね、はばかられるような、そんなおぞましいパーティーが繰り広げられているんです。一歩間違えれば死んでいたほどの状態で発見された女性。彼女はそのパーティーで自分の夢が叶うはずだと信じていたんです。狙われた女性モデル。2025年3月19日、アラブ首長国連邦ドバイ。こっちです、早く来てください。町外れの道路脇では男性が慌てた様子で救急隊を誘導していました。たどり着いた場所に広がっていた光景に救急隊は思わず息を飲みます。そこに横たわっていたのは血まみれの金髪女性。手足があらぬ方向に曲がったその姿から全身を骨折していることは誰の目にも明らかでした。まだ脈がある、彼女は生きてるぞ。女性は救急隊ですらすでに死んでいると見間違うほどの状態でしたが、まだかすかに息がありました。その日、意識不明の重体で搬送されたその女性の名はマリア・コバルチュク。胸元にネックレスのように刻まれたタトゥーがトレードマークの彼女は、ウクライナ人のインフルエンサー、オンリーファンズなどの成人向け配信プラットフォームのほか、インスタグラムや TikTok、YouTube などでも活動し、着実にファンを増やしていました。そんなマリアがドバイへやってきたのは、この時から約1ヶ月前のこと。ここで夢が叶うかもしれない。彼女はそんな期待を胸に、この国で過ごしていたはずですが、マリアがボロボロの状態で発見される約1ヶ月前の2月15日、彼女はロシア人モデルの友人アンジェリーナと共にドバイへやってきました。パーティー？どんな感じなんだろうね。芸能界にスカウトされちゃったりするかもしれないよ。友人アンジェリーナと談笑を交わしながら背の高いビルが立ち並ぶその街を歩いていたマリアとアンジェリーナがドバイを訪れたのは3月9日に高級ホテルで開かれるパーティーに出席するため、世界中から業界人が出席するそのパーティーに2人はインフルエンサー枠で招待されていたんです。
。マリアはインスタや TikTok、そしてオンリーファンズのような成人向け配信サービスで活動していましたが、実のところその活動は本意ではありません。容姿に恵まれていたマリアは18歳でモデルを志しましたが、雑誌やファッションショーで活躍するのに身長などの条件を満たしていなかったんです。そのためマリアは SNS で地道に知名度を伸ばしていく道を選びました。そうやってインフルエンサーとして活動していた彼女の元に送られてきたのがドバイのパーティーへ誘う DM。 ドバイといえばアラブ首長国連邦でもトップを誇る大都市で、国内外の富豪が集まる街。マリアはその街で開かれるパーティーがずっと憧れてきた芸能界の仕事につながると期待していたんです。 SNS とこ頑張ってたらさ、いきなりドバイのパーティー招待されるってちょっと夢みたいな話よね。これは誰しもが浮かれちゃう話なんじゃないの？でもこっからね、少しずつ雰囲気がうさんくさくなってくるんです。マリアたちは約1ヶ月ドバイで観光やショッピングを楽しみながらパーティーを待つことに。その間、友人のアンジェリーナは急に帰国しなければならない予定ができたため、パーティーの出席を断念しました。そしてマリアがパーティーに出席した3月9日の夜、彼女は母親にこんな電話をかけてきたんです。ねえママ、パーティーで知り合ったモデルエージェントからまた別のパーティーに招待されたわ。裕福な男性がたくさん来るからギャラもかなり高いんだって。嬉しそうに声を弾ませてそう語るマリア。自分は一流モデルエージェントのお眼鏡にかなった。彼女はそう信じていたに違いありません。アンジェリーナも来ればよかったのに。そんな考えを巡らせながら、マリアはモデルエージェントに誘われたパーティーへ向かいました。結果としてパーティーに出席せず帰国した友人の選択の方が正しかったとは思いもせずに。マリアはドバイへの滞在中も母親と2日に1回は連絡を取っていましたが、この日以降彼女からの連絡は途絶えてしまうんです。マリアはパーティーの2日後にタイへ移動する予定だったため、母親は空港にも問い合わせましたが、なんと彼女は飛行機に乗っていないというんです。ここで母親はマリアがモデルエージェントに誘われたと言っていたパーティーのことを思い出し、彼女から聞いていた主催者に連絡すると、電話を受けた主催者はこう答えたんです。マリア・コバルチュクさんですか？ええ、参加者のリストには確かにお名前があります。でも彼女は会場には来ていませんよ。参加者の名簿にも名前があるし、会場に向かったってことも分かってるってことはさ、行く途中になんかあったってこと？何があったかはね、正確にはまだ分かっていないんですけれども、彼女はもともと予定していたパーティーじゃなくて、それとは別のパーティーに参加していたと考えられるんです。ポータブルトイレパーティー。モデルエージェントに誘われてパーティーに参加する。そう言い残し消息を絶った10日後の3月19日、マリアは町外れの道路脇で瀕死の状態になっているところを偶然通りかかったドライバーに発見されました。彼女は全身にあざを浮かべており、手足のほか背骨など命に関わる部位まで全身を骨折している状態。さらに搬送先の病院関係者の目撃証言によれば、マリアには排泄物を口に押し込まれた形跡がありました。幸い命は助かったものの、以降マリアは4回の緊急手術を受けることに。2025年4月現在、母親がドバイまで駆けつけ病床のマリアに付き添っているといいます。彼女は投薬の影響でまだ話せない状態。しかし話を聞かずとも母親はマリアの身に何が起きたのかすでに分かっていました。マリアは参加しちゃいけないパーティーに参加した。そこで何日も乱暴されてボロボロになった後で人目につかない場所に捨てられたのよ。そう、実はドバイではモデルやインフルエンサーを標的にした闇のパーティーが開催されているという噂があるんです。その名もポータブルトイレパーティー。なんか嫌なネーミングのパーティー。名前がおぞましいですよ。気持ち悪い。このね、パーティーの名前は SNS で広まった時に付けられた名前なんです。というわけで本日のメトラキーワード、ポータブルトイレパーティーについて。2022年 TikTok や X などの SNS 上にドバイポルタポッティというハッシュタグが拡散されました。ポルタポッティとは日本語で携帯トイレの意味。投稿の内容は女性をまるで携帯トイレかのように扱う卑劣なパーティー、ポータブルトイレパーティーの体験談や噂話でした。きっかけは元キャビンアテンダントの女性がドバイの富豪が排泄プレイ目的で女性を雇っていると暴露した投稿で、その動画は数百万再生を突破。以降パーティーの被害者によってドバイポルタポッティのハッシュタグが付けられた投稿が大量にアップされたんです。ポータブルトイレパーティーが行われるようになったのは、一説によると2022年にドバイで行われた法改正の影響。ドバイでは元来婚姻外の性行為が禁じられており、レイプ被害者の女性が被害を告発した際にも逆に逮捕されてしまうケースがありました。その状況が問題視された結果、2022年1月以降双方の合意があれば婚姻外の性行為が認められるように。ポータブルトイレパーティーはそうやって性に対し寛容になった法律が悪い方向に影響した結果とされているんです。モデルエージェントを名乗る男
男に誘われてパーティーに参加し、10日間消息を絶った後、死にかけている状態で発見されたマリア。その状況から考えて、彼女が参加したパーティーがポータブルトイレパーティーであったことは間違いないように思いました。ポータブルトイレパーティーに招待されるのは、主に SNS で活動している女性インフルエンサーやモデル。2022年6月に SNS 経由で誘いを受けたイギリス人女性は、次のような DM が届いたと証言しています。ドバイの王子は、あなたのような美しい女性を好まれます。ぜひ私どものヨットパーティーへ招待させてください。報酬は16,000ポンドでいかがでしょうか。16,000ポンドは当時のレートで約250万円。このように莫大な報酬、もしくは業界人とつながれるチャンスを謳って若いインフルエンサーを誘い出すといいます。この時 DM を受け取った女性は最初から怪しいと感じ、探りを入れるために質問を繰り返しました。すると主催者は次のように返信してきたんです。ドバイの滞在中、費用は1ドルもご負担いただきません。その代わりお願いしたいことがあるんです。王子には特殊なフェチがあります。あなたにはそれを満たしていただきたい。この後主催者からは女性にしてもらいたいことのリストが送られてきたと言い、女性はそのパーティーがポータブルトイレパーティーであると確信。被害者が出ないよう DM の内容をメディアに公開したんです。芸能界に憧れるインフルエンサー、DM での勧誘、そして特殊性癖の性行為。皆さんもお察しの通り、そのいずれもがマリアの状況と一致するんです。またマリアのケースはさらに悪質で、彼女はもともと普通のパーティーに出席する予定で、そのパーティーの参加者リストにも載っていました。それにもかかわらず当日会場に現れず、別の場所で悲惨な目に遭わされてしまったマリア。公に告知されているパーティーを装って油断させ、実際は別の会場に連れて行くなど、ポータブルトイレパーティーの手口はより巧妙になってきているんです。会場が有名なホテルってだけでなんか信頼できる感じになっちゃうぐらいね。もうやり口が詐欺師よね、相手は。これ気になるのは、ポータブルトイレパーティーで何が行われているかなんです。その会場では人間はここまで残酷になれるのかと思わされるような行為が行われているんです。狂気の宴。怖い、もうやめて。マリアは目の前の男に凌辱されながら体の震えを止められずにいた。もともと成人向けのプラットフォームで活動していたマリアは、性欲をむき出しにした男には多少慣れてはいたはず。しかしここにいる男たちは違う。会場の至るところから聞こえてくる女性の悲鳴と、通常の性行為では聞くはずもない痛々しい音。これまで聞いたこともないその音を耳にしたマリアは、これから自分が何をされるのかを容易に想像できた。もう帰りたい、助けて。マリアは恐怖にその顔を歪ませた。そして次の瞬間、彼女が聞いたのは自分の鼻が折れる音だった。DM を送ってきたパーティー主催者は特殊なフェチと曖昧に表現していましたが、ポータブルトイレパーティーで行われる行為は完全な性的暴行。大怪我を負うほどの暴力を振るったり、排泄物を食べさせたり、時には犬やロバ、ラクダなどの動物とのプレーを強要されるという話も。多額の報酬を手にする女性も確かに存在すると言いますが、その内容は PTSD を患ってしまうほどで、代償は計り知れないんです。2025年4月現在、マリアがまだ会話できる状態ではないために、彼女がパーティーに参加した後、どのような目にあったのか真相は定かではありません。一方で現地の警察は彼女の怪我に関する捜査を進め、次のような見解を発表。マリアさんは立ち入り禁止の建設現場に侵入し、誤って落下したと考えられます。そんなわけないじゃない。マリアはパーティーに誘われて出て行ったんでしょ。立ち入り禁止の建設現場、そんな話がどっから出てくんのよ。そう思いますよね。現地警察のこの発表には闇の力が働いていると言われてるんです。マリアが瀕死の状態で発見された現場は人気のない道路脇で、近くに建設現場があったわけでもありません。つまり警察の発表が正しいとすれば、彼女は建設現場から落下した後、その場所まで自力で移動したということ。果たして全身を骨折した状態でそのようなことが可能なのでしょうか。仮にそうだとすれば、パーティーに出かけた後、マリアが10日間も姿を消していた理由は何なのでしょうか。マリアの出身国であるウクライナ当局は、この事件に対し重大な人身売買事件の可能性があると認定、現在も捜査を続けているんです。ポータブルトイレパーティーほどではなくとも、港区女子、ギャラ飲みなどの言葉が表すように、富裕層が若い女性を求める文化は日本にも存在します。確かに若さや美しさには高い価値がつけられることもあるでしょう。しかし美味しい話には裏があるという事実を決して忘れてはいけません。莫大な報酬の代わりに危険な要求をされる可能性はゼロではないんです。大金が手に入る代わりに何をされるかわからないパーティーに誘われたら、あなたはどうしますか？